とにかく抜き上げる。こっちに持ってこい。あ、来た。わあ、釣れた。お、来た。来た。よし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 。ありがとう予想ございます。外すぎる。予想外魚種なんですけど。こんにちは、ゆうかです。そしてあまねこです。久しぶりのあまねこさんからも。いやずっとね一緒に釣りしたいねっていう話をしてて、そう、プライベートでは結構飲んだりとか遊んでたりしてたけど、そうなんだよね。その中でゆうかちゃんが最近釣りにハマってるんだよね。そう釣りにめちゃくちゃハマってるんですけど、でも前回と前々回海釣りに行ったんですけど、どっちも坊主だったんですよ。ああ、動画見てた。そうだから今日はね一緒にいっぱい釣りたいなって思って。ただちょっと私もめっちゃ初心者なんですよ。何回やったことある釣りは？片手で数えれるレベル。でも私も同じぐらい。でもなんか釣り堀とか合わせてみたいな感じだからレベルが低すぎてちょっと今日は先生を呼びました。私ありがとう本当に。もうじゃあお呼びしましょう。はい、お願いします。釣りの先生井上さんです。井上さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあまねこさんから釣りのすごいプロって聞いたので、そうなんです。あまねこさんからいろいろと使いっ走られてる。いやそうなんですか。私が最初に購入したフェラーリの担当さんだったんですよ。そうなんですね。そっからなんか車だけじゃなくて実は釣りのプロって聞いたんで、そっからじゃあ釣り教えてもらうにはぴったりだってことで。おお、やった。やった。ごめんなさい、ちょっとコミュ障で。だから車の動画は過去に何度も私声だけ出てるんです。そう、うちのチャンネルで結構出てもらってる何度も出てて。じゃあ顔は初出し？あ、そう、出したことないです。初出し。皆さんよく見といてください。今日は千葉県の何でしたっけ？これはね、富浦新港っていう場所ですね。富浦新港にやってきました。アジとかが釣れるって聞いたんですけど。アジなんかいろいろ釣れるらしいんですけど、私もここ初なんですよ。そうなんですね。いつも千葉あんまり来ないので、で今釣り人がいっぱいいた人たちはカマスを釣ってるんですって。もう何でもいいから何でもいいからね。とにかく釣りたい。はい、とにかく釣りたい。今日こそは。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。まずこれ釣り具屋のおじちゃんに教えてもらったんですけど、なんかこの穴が上向きにまずこうやって一個ずつ引っ張っていって、やばい。もうすでに45度ずれた。やばい。ちょっと不器用すぎて、はい。こいつが中心なんで、ここにこう合わせていくんだな。なるほど。この輪っかがこう一直線上になるように伸ばすと。なんか見てる方が似合うかもしれない。ね、ここが結構緩むからちょっとこう根元の方にギューって、そう。よし、で全部できたら最後にこれをひっくり返す。そういうことです。で下向きになるようにすればいいんですよね。よし、できた。長い。でそしたらこの糸をセットしていくんですけど、私これめっちゃ時間かかるんですよ。大丈夫です。10分ぐらいかかるかも。これコツとかあるんですか？入れるコツは。これはあんまりないんだけど。ないんですか？今この方向で糸をこう通していくのはやりづらいじゃない？はい、やりづらい。竿をこう伸ばすとやりやすいかな。こっち？そう。失礼します。ちょっと狭いからね。確かに。俺釣りはもう上手くなっちゃったんであれなんですけど。はい。釣りが下手だった頃の方がいろいろ新鮮味があって楽しかったんだよね。本当ですか？じゃあ私まだ下手なので今を楽しみます。正解を教えるっていうのはあんまりやめようかなと。自分で考えていくスタイル。よし、できた。いいんじゃないですか。今日お二人に道具のセットをプレゼントで用意しまして、ありがとうございます。この中からなんか俺がはいこれってやってもおもろくないなと思ってだから自分でこうちょっと考えて工夫して選んで釣ってもらうっていうで、それができる一式。すごい。まずね、釣りって何を狙うかってところから入るんですよ。で今日多分アジは難しいからアジなしだとしたら、アジって何が難しいかっていうと、こう海を断面で見た時に水面があるでしょ。水面、水中、海底ってあるじゃん。でこのアジってどこ泳いでると思う？水面、水中、海底。水中じゃないんですか？水中じゃないですか。水中ってことはずっと泳ぎ回っちゃうんだよね。なるほど。
だからその場所にずっといない。いろんなとこにいるのか。そう、広いから。もういない時に釣りしてても釣れないじゃない。そうですよね。そう、だから手早く釣ろうと思ったらどこかっていうとこの海底だよね。じゃあ一番深いところに落とす。海底にはさ、石があったり海藻があったりさ、そこに住んでる魚がいるんだよね。海底に。じゃあとどまってる子がいるんだ。で水中は住んでるっていうか、こう来訪者って感じ。こういらっしゃった時に優香ちゃんの仕掛けがちょうど美味しそうにあったら釣れるかもっていう世界線なの。だから海底に住んでらっしゃる人をまず狙ってみた方が。今日はまず、釣れたらいいなベースで言うとカサゴ。釣りたい。で優香ちゃんがいつも使ってるサビキ仕掛けっていうのはあれは水中用なんだよね。こう揺らめかせる感じで。そうだから今日は、海底を釣る仕掛けをまず使ってみたらいいんじゃないかなと。初めてかもしれない。で今日投げるのもちょっと慣れて、でうまく投げれるようになったらこう投げて釣るルアーね。ルアーやったことない。これも一応持ってきたから、ゴールはこれを遠くに飛ばして、何か釣れたらもう完璧なんだけど、まず飛ばすっていうのが大変なんで、足元の海底を釣るところからスタートです。わかりました。楽しみ。じゃあこれですか。でそれをブラクリ。そうブラクリって言って超シンプルで重りに針がついてるだけ。すごい。こういう感じで重りに針がついてます。初めて使うタイプの仕掛けだ。これ重りは何キロっていうか、これね何個10グラムぐらいあるのかな。そんでも重くないですね。海底にドーンって沈めといて、そこの針に餌をつけます。なるほど。でそれに食いついたら引っ掛けるっていうすごくシンプルな。なるほど。そうブラクリ。あまねこさん餌触れますか。餌は何虫ですか。今日いろいろ持ってきまして、どっちみち手が臭くなるものしかないですよ。全然サバね。これもう超臭い。サバの切り身普通にもう美味しそうなんだけど、このままで。超臭いよ。サバです。磯目ですか。磯目ですね。これは友達。優香ちゃんはもう見慣れてるかもしれないけど、あまねこさんからしたら鳥肌もののルックスをしてらっしゃる。芋虫を超える芋虫みたいな。うわムカデみたい。触れそうですか。でもあまねこさん結構肝座ってるからな。田舎育ちだから。私もだよ。とあとエビね。これを使って釣る。やっぱ本物のが釣れるからね。そうですよね。わかりました。じゃあ一回これつけてみます。紐のところに通して、さあ結べるでしょうか。私結び方適当っていうか基礎じゃないけどいいですか。蝶々結びとかやめてね。取れちゃう。普通のこれでいいですか。じゃない方がいい。ちょっとやってみよう一回やってみよう。普通しかできなく、普通っていうか普通じゃないんですけど。普通じゃないけど。正解がわかんない。これです。これをいつも5回ぐらい。5回ぐらい。でもほどけなければいいんだ。一応ほどけないんですけど、なんか釣り具屋さんで聞いたのは、その大物を釣るときはしっかり結んだ方がいいって聞きました。こうやってやってます。ダメですか。ちょっと確認してみようか。はい、お願いします。大物が釣れたを想定して。ほどけないよ。意外と。いいんじゃないかな。いいんじゃない。これで行ってみよう。いきますよ。ちょっとでいいんですか。こんぐらい。半分ぐらいで十分かな。もうちょいか。よし、こんぐらいですか。よいしょ。できた。全然いい、全然いい。いいですか。全然いい。よし。とにかく釣りの最初コツは、魚の気持ちになるっていう。魚の気持ち。魚の気持ち全然わかんなくない。魚の気持ちになるわけですよ。ダリーナって感じ。寒いなとか。それはあまねこさんの気持ちじゃん。ダリーナは。やばい、ダリーナと思ってる。違うやばい怒られる。そしたらじゃあどうやって魚の気持ちになるかを教えますよ。まずこれ餌をつけるんですけど、これを食いついた魚に針を刺すわけでしょ。まず美味しそうであるべきだよね。これがなんかこうぐちゃってついてたら美味しそうじゃないから、なんかひらひら舞うようにしてあげた方がいいんじゃない？この長さでいいんですね。なんか先端だけ大きいんだよね。食べて逃げそうだよね。端っこだけ食べて。さすがセンスあるな。やった。でちょっと切る。半分ぐらい。そうでもこれも正解か分かんないからやりながらいろいろ変えてみればいい。なるほど。でとにかく釣りは
普段食べてるものにいかに似せるかなのよ。だから回転寿司で流れてきてる寿司に針が入ってる状態にしたい。だからこれがこう水中でゆらゆらしてても多分食わないんだよね。ああ、偽物っぽい。だからそうここに置いときたい、海底に。で匂いにつられてきた魚が食いついてほしいからこれをなんか変にこんなことしてても多分あんまり良くない。とにかくポチャンと落としてスーって沈めます。で海底に来ます。でコツはね、これ糸がこうやってたるんでたとするでしょ。そしたら魚が食いついても分かんないじゃん。とにかくやることは1個で、沈めたらある程度糸を張っとくの、このぐらいに。で食いついたらコン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 って竿先に来るから引っ掛けるっていう。で釣れなかったらまた考える。下に垂らしましょう。そうか、投げないんだ。せーのとで糸がパラパラパラって出ていってる間は沈んでるんで、糸が止まったら止まったかな。止まったかな。そしたらカチャンとやって戻しましょう。で春ぐらいにそうちょっと竿先がしなるぐらいで保つ。こんぐらいかな。じゃあ勝負しよう。どっちが早く釣れるか。釣れるのかな果たして。でもいつも一人でやりながらこうやって待ってるんだけど、今日は3人もいるから待ち時間は全然苦痛じゃないな。そっか、これ何時間ぐらいやってた？この間5時間ぐらいやって1匹も釣れなくて、ずーっとこうしてたよ。それは確かに悲しくなるかも。プロでも坊主の日はあるんですか？ありますよ。あ、そうなんですね。だからでもそのなんだろう、こういう釣りだったら絶対釣れると思う、プロがやったら。あ、そうなんですか。なんか上手くなればなるほどこう大きいのを狙っちゃったりすると結局ハードルも上がっていくから、釣れない確率も比例して上がってくるんですね。じゃあちっちゃいの狙って釣れてないのは、まあ、実力不足ってことですよね。それも別にいいんですよ。そんなこと考えないの魚のせいだよ。優しい。絶対私のせいなのに。でも俺本業は川釣りなんだよね。川のプロガイド、要はお客さんを連れて魚を釣らせて案内してあげる方のプロなんですよ。だから海は若干本業から外れるんですけど、でも好きだから結構行くし。結構違うんですか、海釣りと川釣りって？川釣りは結構こうなんつうんだろう、ゲーム性が高いかな、より。そうなんですね。めちゃくちゃ投げる。で餌釣りしないんで。ルアーですか？でも海は今度何が面白いって、その釣れる魚種がいっぱいいて、でそれが大体みんな食べると美味しいんだよね。いいですね。そう、川の魚は美味しくないんで。そうなんですね。まあ食べれなくはないんだけど、そんな海よりは美味しくない。から釣るだけ、写真撮って逃がして終わり。あ、そうなんだ。それで言ったら私海釣りが好きですね。美味しい魚を食べたい。さあどうでしょうか。全然釣れてる気配がないですね。じゃあね。でまだ餌もついてる。今日その腰に巻いてくれてるやつあるじゃないですか。これ。はい、それライフジャケットって言って、水に沈んで水を感知するとこう浮き輪が膨らむの。あ、そうなんだ。で例えばここで落ちたとするでしょ、上がれるところないじゃない。確かに。あのフジツボなんか手切れるからね。だから上がれないんだよ基本。待って、釣れたかもしれない。すごいしなってる。待って、根がかった。すいません、大事な話の最中に根がかっちゃった。ちょっと待ってくださいね。怖いよ、その竿折れそうだわ。こうやってポンポンやってればいいんですか？根がかった時は。これはね、まあ外れない時は外れないんだけど、もうちょっとこう小刻みにちょん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 ってやって、このままグーってやったら竿折れちゃうんで、ちょん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 外れないってなったら、もうあとは一か八か引っ張るしかないんだけど、その引っ張る時もこう竿を曲げてグーって引っ張ったら絶対竿が折れるの。なるほど。なので、竿がしならないようにこう糸と竿をこうまっすぐにして。なるほど。あ、そうなんですね。じゃあいつも危ないやり方しちゃってたかもしれない。折れちゃうんで。あ、見て、魚めっちゃいる。釣れてるじゃん。すごい。釣れてた。これ何ですか？何これ？ツボじゃなくて何？すごい。なんか釣れてるんだけど。見て、これ何ですか、井上さん？あげよう。これ何ですか？とりあえず回収。抜き上げろ。とにかく抜き上げろ。やばい、嬉しい。あ、来た。わ
釣れた。なんかヘビみたいだよ。アナゴじゃないの？アナゴか。すごい。大好きアナすごい。ゴ。よっしゃ。奇跡起きたじゃん。やったな。やった、ありがとうございます。海釣りで初めて釣れました。すごい。よっしゃ。待って、すごいんだけど。ごい。嬉しい、めっちゃ嬉しい。こんな長いお魚初めて釣れた。可愛い。やったね。やったー。ありがとうございます。予想外魚種なんですけど。触れる？おお。やっぱお猫さんすごいよね。めっちゃヌルヌルしてる。本当に度胸ある。触って触って。めっちゃヌルヌルしてるよ。本当だ。見て可愛くない？名前つけようよ。何？アナゴだからアナちゃん。アナちゃん。アナちゃん。肌が白くて綺麗だね。確かに。よし、じゃあ色白だよ。バケツに入れよう。おもろいわこの釣り番組。ごめんなさい。興奮してアナゴだと思ったんだけど、ダイナウミヘビって魚でした。めちゃくちゃなんかよくわかんないやつ。で食べれなくはないけど、なんか図鑑にまずくはないって書いてあった。じゃあ一応食べれるんですね。食べましょうじゃあ。せっかく釣れたしね。そうですね、食べたいですね。あれ海だと初？ゆうかちゃん。そう、海だと初なんだよね。そう、初めて釣れた。海釣り初魚？初魚があれ？はい。これは期待せざるを得ないよね、これからの釣り人生。すごい。結構小魚がこの水面の方泳いでるの見えるんですけど、この人たちは稚魚かな。ちっちゃいフグだね。めっちゃ見えるんで、ほらめっちゃいる。フグ。クサフグだね。クサフグか。釣ったことあります昔。フグです。水面にこの餌を垂らすとすごい魚が集まってくるんだよね。ほらほらほら。これ結構楽しい。これ楽しいですよ。ほらほら、ドクターフィッシュみたいになってる。群れができた、群れが。ね、人気者だ。可愛いね。可愛い。美味しいか？サバだよ。今度ね、静岡がいいな。静岡出身ですよ。静岡出身だよね。はい、そうです。静岡おすすめ。どの辺ですか？沼津のあたりとか。沼津。確かに。今やってるこの釣りしたらもう5、6匹釣れてるよ。本当ですか？全然違う。じゃあ今度沼津行きましょう。沼津行きましょう。ちなみに浜松とかどうなんですか？浜松はね、いや釣れると思うんだけど、やっぱ東京からだとちょっと遠いよね。実家がそっちの方なんですよ。だからお父さんと浜名湖行こうかなって思ってて。浜名湖なんか最高じゃない。本当ですか？釣れやすいです。黒鯛。よかった。これで安心していけます。いきますよ。はい。上に振りかざして。せーの。えい。結構飛んだんじゃない？飛んでる。何メートルぐらいですかあれは？20メーターぐらい。いいんじゃないですか？いいですか？はい。なんかアドバイスありますか？いっぱいありますけど。いっぱいあるけど、でも全然独学でここまで来たなら上出来じゃないですか。よっしゃ。十分でしょ。でゆっくり巻いてくればいいんですか？でね、もうちょっと早口よ。1、2、3、4、そのぐらい。でこれはもうすごいスポーティーな釣りになるんで、もう何度も投げて何度も引いて、で釣れたらぐーんと重くなるんで。なるほど。じゃあ分かりやすいですね、当たりが。でじゃあアドバイス1個目するとしたら、投げる時にもうちょっとぶら下げた方が楽。もうちょっとじゃあ垂らしてからですか？もっとね、本当はもうちょい長くていいかな。そうだね、そのぐらいにするでしょ。で投げる準備をしたら、そこからもう前に軽く振り下ろすだけで飛ぶはずだ。なるほど。ちょっと一回やってごらん。せーの。あれどこ行った？どこ行った？すごい。飛んでるけど。離すタイミング違ったかな。そうだね。この糸をこうやって引っ掛けて、で左手で投げた後に右手を全部離しちゃってね。やっちゃってるかも。これってなんかの拍子に竿ポチャーンなんだよ。なるほど。なので正解のやり方は、これ握ってる手、これまず中指薬指でこう入れます。でこの糸が何も手で持ってないとポチャーンと落っこってっちゃうでしょ。だから今ゆうかちゃんはこう全部の指で押さえてるんだけど、人差し指に引っ掛けます。なるほど。人差し指だけでいいんですね。人差し指で時計でいうと2時まで振りかぶって、で
10時の時にこの人差し指だけ離す。はい、なるほど。そしたらもっとスマートに安全に楽に飛ぶ。あんま腕の力はいらないんですか？腕の力いらないです。あ、よかった。振り方が良ければね、もう重さで飛んでくんで。なるほど。確かになんかプロの釣り師ってみんな軽々しくやりますもんね。そう、軽々しくやるよね。そうそうそう。実践。はい。うまいわ、まねこさんは。いきなり飛ばしてますよ。しっかり早く巻く。魚。あ、めっちゃ飛ぶようになった。十分です。すごい。いい音するようになった。もともと全然飛ばなかったから嬉しい。で、投げるとき必ず後ろを確認してくださいね。人がいたりするんで。わかりました。はい。なんか飛ぶときにいつも右行っちゃうんですよね。右行っちゃうときは、こう多分右に竿が向いてるときに指が離れてるんでね。真上の方がいいってことですよね。まあでも上出来。優しい。優しすぎる。ちょっと一回アレンジしますね。結構これ失敗すると怪我することがあって、この指を引っ掛けるときに、こいつがこの辺にいるときとか指に引っ掛けづらいんだよね。なのでここを手で動かして、指に一番近くに来たときに引っ掛けてみて。で、スムーズだね。確かに。いつもたまにこれ開けるときに痛かったんですよ。はい。で、それを手で近づける。はい。せーの。ほっ。もう完璧じゃん。まっすぐ行きました。まっすぐ行きました。おお。いやー、基本を教えてもらえたからすごい投げるのが楽しくなりました。今まで合ってるのかなって思って不安になりながらやったんですけど、やっぱりプロの方に合ってるって言われたら自信がつきますね。どうですか？結構上達しましたかね？私初めてのルアー釣りで釣れたら最高ですね。せーの、ほっ。おお。なんか口から刺した方がいいとかあるんですか？取れちゃうかな。口から。はい。あ、長っ。こんなでかいんだ。触れるのすごいね、急にね、そんな。普通女性の方だと触れないんですか？嫌なんじゃないですか？まあ気持ちよくはないよね。意外と初穴釣りですね。結構いろんな動画を見たんですけど、みんな穴釣りでめっちゃ釣れてたんですよ。穴釣りの方が釣りやすいって言ってる人も多かったから楽しみ。テトラポットの中はこんな感じになっていて、お魚のお家みたいになってるんですよ。今はちょっと干潮で一番潮が引いてる時だからお魚がまあ居づらいんですけど、でもそれでもこういうとこにね潜んでるらしいです。すごい山猫さん釣り師になってるんですけど、格好すごいんだけどもう完全に熟練の人のフォームなんだけどちなみに今日の満潮は19時40分ぐらいらしいので、釣れなかったらそこまで粘ります。絶対に釣ります。見ててください。前回に約束しちゃったからね、いっぱい釣るって。よし、一回巻き上げてみるか。ないかな。いないな。磯目はまだついてる。もう一回。ほっ。このテトラポットの色がこっちが白色でそっちが黒色になってるじゃないですか。でこの黒色になってる理由は満潮の時にここまで水が来るんですよ。だから白色は水が来ないから滑んないんですけど、こっちはね結構滑りやすいらしいです。だから私は初心者なので今日は白色までにしておきます。食われるだけ食われて消え去りました。悔しい。魚に嫌われすぎじゃない？アマネコって名前が良くないのかな。もうね、本当にこうなってる三角形の頂点らへんを狙おう。頂点らへん。これ場所によっても結構変わるんですか？全然違う。そうなんですか？どっちかって言ったらこっち寄り。なるほど、難しい。
落とせばいいってもんでもないんですね。そうなんだよ。まあ落とせばいい時もあるし、今日はなんか、はい、あれだね。今日少ないんですか？ちょっとシビアな感じだね。来た？上げてみて。来た？なんか取られた気がする。あれ？来てないか。むずっ。ちょっとわかんないよ。やったー、ようやくなんとか釣れました。さすがに1匹も釣れないとやばいと思ったからよかったー。これ食べれる？食べれます。おー、いいですね。やった、やった、よかったー。はい、なんとか釣れたよ。よかった。私も釣れなかったらやばいと思って。いやでもすごいカサゴ、料理にしたら絶対美味しいよね。ね、すごい。可愛いね。いやもう執念で釣りました。絶対いると思って。前に釣り旅館から釣り上げたことあるんですけど、この半分ぐらいのサイズだったんだよね。そんな大きくなくて、海だからかな。ね、結構でかくてすごい。やった。よっしゃー。よしよし、ここからまたいっぱい釣りましょう。釣ろう。でもコツ掴んだってことだもんね。いるっていうのをずっと執念で、言ったもんね、ずっといる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 のは感じてた。いやすごい。1対1だけど井上さんゼロだから、今んとこあれプロに勝ってる。プロに勝ってる。あ、すごくない？そう1対1です。よし、じゃあ視聴者の皆さんもどっちが勝つか予想してみてください。どうかな。 D ボタンから参加できます。投票よろしくお願いします。どうですか、まねこさん、釣れそうですか？いやちょっと怪しいな。悔しいから頑張ろう。2匹釣ってマウント取りたい。どこの穴がいいと思いますか？ちょっと一緒に探そっか。はい、探したいです。どこだろう。おお、あ、これですか？ここに立って、あそこ。あ、そっちか。あそこ深くないやな。確かに深そう。ちょっとプロにいい穴を教えてもらったので、ここに落としてみます。せーの。これは深そうな穴を見つけるのがポイントらしいです。そうだね。そうだから糸がいっぱい出てくると、はい、あ、釣れるかもと思うよね。おお、なるほど。ポチャーンと落としてすぐに糸が出なくなっちゃったら、これ今テトラポットの上なんだなって。あ、なんかコンコンなってる気がする。わかんない。なんかなってる気がする。わかんない。なってます？なってないかな。なってないか。これ何じゃあるよ。釣りのプロになっても当たってる気がするわね。あれですよね。携帯が鳴ってないのに鳴ったみたいな感覚ですよね。あるよ。やりますよね。なんかいないな。いなくなっちゃったかな。どこ行っちゃったのかな。君はどこに行ったのかな。帰ってきてほしいな。うちに来たらいいのに。うちに来たら美味しい美味しい天ぷらにしてあげるのに。ちょうどこの間天ぷら作ったから天ぷら粉も買ってあるんだよね。本当にだからあとは釣れるだけ。あそこさっきね。お、来た。来た。よし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 。来たー。よっしゃ。あ、釣れました。2匹目ゲット。あれ、これは？これはね、ベラです。ベラ。ベラです。カサゴではなかった。まあ、カサゴと同じような場所にいる魚。これは食べれる。食べれますけど、カサゴよりちょっとランクダウンですけど、もう1匹には変わりなし。はい。じゃあ2匹目ゲット。だね。いると思ったんだよ。来た？何？あ、やばい。釣られた。負けてるよ全然。やばいやばいよ。2匹目ベラをゲットしました。ランクダウンだけどちゃんと釣れました。はあ、執念。今日の釣果はこんな感じです。大南ウミヘビと、カサゴとベラを3匹。ということで今日はプロの方に釣りを教えていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや3匹も釣れると思わなかったね。なんとか釣れました。釣れてよかったです。けどアマネコさんが2匹釣って私が1匹だったので、負けました。最後の最後にね。ね。
だいぶでも上達したんじゃないですか。そうですね、だいぶなんか基礎を習えてすごい良かったです、これで一人でもいけそうですね。いけるな。あれですよね、道具が4、道具が4、場所が4、技術が2、これ大事ですよね。ということで、じゃあ次もねちょっと釣りやすい場所とかまた教えてもらいたいなと思います。静岡行きたいですね。あ、沼津行きたいですよね。ぜひ行きましょうみんなで。あと道具も買いに行かないとね。あ、そうですよね。そっか。はい、道具も買います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。私の動画見てちなみにどうでした？ダメでした？いや全然微笑ましい。一番楽しいんだよその頃が。お魚図鑑持ってきました。すごい。お魚図鑑かわかる。そう、これもね私が釣りにハマってるって言ったらファンの方がくれたんですよ。すごい。大事に使ってます。そんなこと言ったら釣り道具いっぱい届いちゃうんじゃないこれから。いやめっちゃありがたいですよ。もうお魚大好きなので。ゆうかちゃん早速糸がなんかよくわからない感じになってるんですけど、それ直しましょうかね。こうだろ。あ、直ったかも。ちょっとこれ短くした方がいいか。で、あれ？アマネコさんの方は絡んでるかなそれな。絡んでいるらしいな。初心者2人だと難しいですね。全然いい。全然いい。なんかシュールな絵面。眠くなってくるわもう。逃げちゃってる。やばい。逃げてる。どうしよう。だって大きいバケツ持ってきていい？逃げてる。やばい。脱走してる。気づかなかった。手洗うようなバケツ使っちゃっていいですか？アナちゃんに。これ入れちゃっていいですか？もちろん。あ、アナゴじゃなかった。名前変えないとですね。そうだね。どうしよう。ヘビちゃんでいっか。大南海ヘビですって。じゃあ大ちゃんかな。大ちゃん。大ちゃん。で、その上に網があるからチャック閉めとけば出ない。なるほど。そのためだったんだこれ。まだ釣れた魚を入れたことなくて。そっか。初めてです。大ちゃんが。よし、これで捕獲です。危なかったね。危なかった。気づかなかったです。